放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。さあ、今日は水曜日ということで、いつものトヨタイムズ放送部のようにですね、まずはトヨタアスリートに関する情報からお伝えしていきたいと思います。まずはこの1週間の結果から参りましょう。まずはこちらです。週末嬉しいニュース飛び込んできました。陸上長距離部の西山雄介選手、6日に行われた別府大分毎日マラソン大会で優勝。今回が初のフルマラソン、しかも2時間7分47秒は大会新記録。西山選手からコメント届いてますのでご覧ください。別大マラソンに出場した西山雄介です。今回初マラソンということで優勝することができました。これからまだまだたくさん課題や成長していかない部分がたくさんあると思うので、そこをしっかり見つめ直してまた一からやっていきたいと思います。また今回 MGC と世界陸上の標準記録も突破できたので、世界見据えて頑張っていきたいと思いますので、これからもたくさんの応援よろしくお願いします。本日は本当に応援ありがとうございました。はい、ということで今ご自身からありました日本代表選考競技レースの MGC、そして世界選手権と本当に世界を相手に戦ってですね、パリ2024オリンピックに向けた戦い期待しましょう。さあ次はトヨタヴェルブリッツですね。コロナの影響でホームゲームが2戦続けて中止となっていましたので、ようやく開催できたホーム開幕戦です。リコーブラックラムズ東京に勝ちました。雪がちらつく中、現地で応援してくださるファンのために一進一退の攻防を粘り強いディフェンスで守りきって勝利。次は1週空いて19日土曜日、ホームのパロマみずほラグビー場でコベルコ神戸スティーラーズと対戦です。続きましてパラアルペンスキーの森井選手、北京前最後の実戦の場となった大会で大回転1位、そして回転2位とパラリンピックがとても楽しみになる結果を残してくれました。さあそしてここからはこの先1週間の予定に行きましょう。まずは車いすテニスの三木拓也選手、 ITF ウィルチェアテニスツアーズのオランダで行われる大会に出場。現在ランキング15位の三木選手、パリ2024パラリンピック出場を目指してランキングトップ8入りを目標に戦います。そして日曜日に山口で行われる全日本実業団ハーフマラソンに陸上長距離部からご覧の5人が出場します。団体の部というのは上位3人の順位の合計で争われまして、3位以内を目指して頑張りますということです。そしてアルバルク東京はこれおよそ2週間ぶりの試合となりますね。横浜 B コルセアーズ戦、東地区優勝を狙うために絶対に負けられない戦いとなります。2月唯一の試合ということで、ぜひ勝ってほしいところです。以上、トヨタアスリートの結果と予定でした。トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、2度目のこんにちは。改めましてメインキャスターの森田京之介です。アスリートキャスターの小塚貴彦です。さあ北京2022冬季オリンピックも6日目ということで、前回の、コズーのフィギュアスケート解説コーナーのおかげでですね、はい、私よりフィギュアを楽しめております。いや本当に良かったです。反響もね、そうSNS に載せたんですけども、すごく反響いただいててですね、今日の朝もなんかどっかで聞いたことある曲だなってふっと思ったんですけど、森田さんオリンピックの時の曲かけてましたね。僕のオリンピックの時のね、なんかフィギュアモード入っちゃって小塚さんの演技もう一回見たいなと思ってYouTube で見ちゃいました。いやもう完全にフィギュア沼にはまりました、ね、ちょっとかっこよかったありがとうございます、はい、さあということでオリンピックがより楽しめるトヨタイムズ放送部なんですが、期間中毎週月水金の3日間昼の12時から放送しています。オリンピックに出場する10の国と地域に26人いますグローバルチームトヨタアスリート GTTA を全力で応援してまいります。はい、そして生放送終了後は YouTube でアーカイブされます。
英語字幕をつけた英語版も明日16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされます。今までの放送と合わせてぜひチェックしてください。はい、そして今日もチャット A の書き込みコメントぜひどしどしと待ってますのでよろしくお願いします。番組の最後に紹介しますよ。さあそれではまずはここまでの競技結果からお伝えしていきましょうか。まずは、こちらですね、フィギュアスケートの団体の結果です。アメリカのネイサン・チェン選手、これ銀メダルということになりまして、日本の宇野選手が銅メダル獲得、2人ともおめでとうございます。さあそして次のスライドに行くと、また同じようなとちょっと混乱するんですけれども、これは個人でございます。男子のショートプログラムが行われまして、これまたこの2人、なんとアメリカのネイサン・チェン選手は世界記録ワールドレコードでの1位ということになりました。そして宇野くんも負けてません。団体の時の自己ベストを更新する結果ということで3位につけています。明日のフリーご注目ください。本当2人ともできることをしっかりと、ね、やってくれましたよね。めちゃめちゃすごいですよね。いや本当にかっこよかったですし、これがもう1回見られるわけですから、もう楽しみで仕方ありません。さあ続いて参りましょう。スノーボードスロープスタイル、男子決勝なんですがハイレベルな戦いでした。カナダのマクモリス選手3大会連続の銅メダルということになりました。そして前回金メダルだったアメリカのレッド・ジェラルド選手は今回4位ということになりました。この2人ビッグエアにも出場するのでまだ先がありますよ。続いて、女子パラレルジャイアントスラローム、キャタラー所属の三木つばき選手、予選好タイムで通過したんですが最終的には9位ということで初めてのオリンピックが終わりました。ただまだ彼女10代ですから今後にも期待しましょう。続いてショートトラックスピードスケートですね。女子 500m イタリアのフォンタナ選手金メダル2連覇おめでとうございます。彼女は早くもこの大会2つ目のメダル。ただ出る競技はまだまだあるということでどこまでメダル取るんでしょうか。そして男子の 1000m 日本の吉永選手は17位ということでしたがまだ本命のリレー残ってますから引き続きご注目ください。そして女子のアイスホッケー、グループリーグ最終戦でした。藤本選手のいる日本チェコに勝ちまして、これで B 組1位で決勝トーナメント進出ということになりました。決勝トーナメントも応援よろしくお願いします。おしまいにクロスカントリーいきましょう。男子のスプリントフリーノルウェーのクレボ選手金メダル獲得おめでとうございます。そして女子のスプリントフリーではアメリカのディギンズ選手が銅メダルを獲得ということで、この写真にもありますけれども表彰台で喜び爆発、最高の笑顔を見せてくれました。ということで以上ここまでトヨタアスリートの結果お伝えしました。それでは早速今日の特集に参りましょう。こちらです。反りって足から滑るの？頭から滑るの？反り競技特集。もう一回言ってもらっていいですか。もう一回いきます。はい。いきますよ。今日の特集こちら。反りって足から滑るの？頭から滑るの？反り競技特集。それってみたいな感じで言ってますけど、ソリですよね。そう。ソリですよね。気づいた。ちょっとね。今日何ですか。ソリモードに入りすぎてた。なるほど。じゃあ正しいバージョンでいきますよ。はい。正しいバージョンでもう一回今日の特集はこちら。反りって足から滑るの？頭から滑るの？反り競技特集。もはやどっちが正しいか分かんなくなってきました。はい。もう今日はソリ。ソリですね。はい。オリンピックにはリュージュ、スケルトン、それからボブスレーと反り競技3つあるんですけれども、小塚さんどれぐらい知ってます？もちろん競技の名前は知ってますけども、でもなんとなくですけども、なんか反りっていうとこう板の上にこう乗ってこうなんかシュッと
スッといなくなるっていうイメージぐらいしかないですかね。かなり薄い感じですね。ごめんなさい。いやそうです。でもそういう方多いと思います。まだね全然知らない、うん、その区別つかないっていう方も多いと思いますので、今日はそれぞれの競技の違いや特色についてですね、そしてさらに出場選手の魅力も含めて今日はたっぷりとお届けしたいなと思っております。ちなみに3つあるうちのボブスレーについてはですね、後日特集する予定ですので、今日はそのソリ競技の中でもリュージュとスケルトン、この2つに絞ってご紹介していきます。でこの2つの競技なんですが、まず共通しているのは2つともタイムアタックだということです、一方で大きな違いがあります。こちら今日の特集のタイトルにもなっていますけれども、左側リュージュは足から滑る、スケルトンは頭から滑る、はい、そしてちなみにですね、もう一つ違いがありまして、ヘルメットなんですが、リュージュは顎ガードがなくてスケルトンは顎ガードがあるんですね。このイラストにも反映されてますけど、実はですねモータースポーツもどうでしょう、競技によって使われるヘルメットが違ってまして、この森蔵選手の写真でも分かるようにですね、ラリー左側では顎ガードがないんです。ちょっとマイクみたいなものが今ついてますけど、これ顎の部分ないんですね、でそして右側水素カローラなどでサーキットレースに出るときというのは顎ガード付き、よくフルフェイスって言われるやつですね。なるほど。じゃあこれあれですかね、なんかリュージュね、上向きでっていう話だったから、こうなんか顎ガードはないっていうのは、こう下目遣いでこう顎を通じてこう下見てるからこう見にくいからないとかかもしれないですね。確かにこの部分があると、顎の部分がついてるとね、下の方が見づらいっていうところもあると思います。まあ確かに言われるとね、そういうのもなんか共通してる部分ってあるんですね、なんかね、まあそれだけでもね、なんか興味湧いてきますよ。興味湧いてきました、で今日はこの2つは足から滑るのと頭から滑るっていう違いは覚えてください。まあとりあえずね、そこまで覚えて、そうかってことは足から滑りリュージュ、頭から滑るともう一回いいですか。足から滑るとん、すみません、これ間違えたじゃん、もうなんか足から滑りリュージュで頭から滑るとん、どう？あれ？合ってます。合ってる？あれ？足から滑リュージュ、足から滑りリュージュ、頭から滑ると。はい、滑ったけど合ってます。滑ったけどな、足から滑るリュージュ、頭から滑ると。やばいな、森田さんに対抗していこうと思っておかしいな。はい、足から滑るリュージュ、頭から滑ると。はい、足から滑りリュージュ、頭から滑ると。はい、もう5回ぐらい言いました。いきます。はい、ということでここからはそれぞれの競技の特徴を GTTA のインタビューを交えながら今日は紹介していきます。まずはリュージュからいきましょう。リュージュに出場するのはアメリカのクリス・マズジャー選手です。マズジャー選手、2010年バンクーバーオリンピック以降、今回の北京で4大会連続の出場、そして前回ピョンチャンの銀メダリストです。で競技すでに始まってまして、5日6日に男子シングルスが行われました。マズジャー選手8位入賞ということで惜しくもメダルに届かなかったんですが、ご自身の SNS にはこのオリンピックでの走りは人生の中で最もエモーショナルな走りでしたと前向きに振り返っています。去年9月の足の骨折から見事復活してですね、ゴールされた後このように素敵な笑顔でした。まだね出場種目残ってますから、ここからも応援していきたいと思います。では競技の紹介に移っていきましょうか。まずリュージュっていうこの言葉なんですけど、フランス語で木製のソリっていうことで、要はソリ遊びが発展して競技になったっていうことなんです。じゃあ子供たちがこう雪の上でこう遊んだり、やっぱり雪国だとやっぱりソリってこう一般的な遊びで、そこから発展して競技になっていったということなんですが、じゃあその競技になったらどうなったかっていうのがこのマズジャー選手の競技映像というのがありますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。これヘルメットにつけたカメラで撮影したちょっと迫力の映像なんですが、これにスタートシーン、スタート地点に設置されたこの両脇にあるグリップを掴んでですね、勢いをつけてスタートします。いきますよ、スタート。さあここからですね、指先にスパイクのついた手袋でこうやって氷を引っかいて加速します。そして足からいきます。これがリュージュということで、加速をつけられるのはさっきの最初だけでですね、あとはソリの上に寝てとんでもないスピードでこうやって滑り降りていくと、ちょっと静かにちょっと見てみます。いやすごい音ですね迫力もすごいですけど、だけどちょっと怖さも感じる
てか一瞬で何かがいろんなものが過ぎ去っていくっていうのがね、ちょっとこれなん音もすごいし目まぐるしく景色も変わるし、ただどうですかこれマズジャー選手見てみて。いやなんかこう何やってるかちょっとよくわからないですよね。そうただいるだけな感じがしますね。なんかね。私も本当そう思いました。うーん。とんでもないスピードで迫力あることは分かるんだけど、果たしてマズジャー選手が何をどうやってたのかっていうのはさっぱり分かんないなされるがままみたいな感じですよね。感じしますよね。なんか。はい、そうなんです。本当に流れに身を任せるだけのように見えちゃうんですけれども、じゃあここからちょっと深掘りしていくということで、ちょっとソリがどうなってるかっていうのをまず見ていきましょうか。これがリュージュのソリなんですが、結構シンプルです。ハンドルもブレーキもありません。クワガタみたいなクーヘと呼ばれる部分、これを足で押し込んで、右側のイラストだと分かりやすいかな、足で押し込んで操作すると。で空気抵抗をできるだけ少なくすることが大事なので、映像を見ても分かったと思いますけれども、完全に横になって頭も下げているという状態なんですね。じゃあ何やってるか分かんないっていうところで、じゃあマズジャー選手にあれソリの上で何やってるんですかっていうのをちょっと私聞いてみました。We're going down a 1,500 meter long ice chute with minimal friction, trying to drive a perfect line. And if we get off of that, it can be very bad. We drive the sled with our entire bodies. So the sled is on the ice, we're on top of the sled, and there's no suspension. So our bodies have to be absorbing all of the bumps that we're feeling along the way. And we drive it with our handles, our feet, our shoulder, and we have to be relaxed. If we get tense and tight, the sled gets out of control because that suspension, which is our bodies, doesn't work. So we're trying to go down this sheet of ice that's 1,500 meters at speeds of 130 plus kilometers an hour, driving a perfect line, and we have to be relaxed. なんか体がサスペンション代わりっていうのは、はい、まあでもスピードと怖さがあったらなんか体硬直しちゃってこうなんかリラックスってできない感じがするんですよ。そうなんですよ。だから普通の素人の感覚でいくと、まあ、確かにねソリすごいシンプルでしたから、サスペンションないから体がサスペンション代わり、分かりますと、ね、だけど環境でそんなリラックスって無理じゃんって思いますよね。いやなんかよく まだちょっとなんかそうなんです、まだ分かんないです、ね、が分かんないで、しかもさっき言ったように仰向けで寝てるんで、はい、前見えないですよほとんど。でもさっき完璧なライン取りをするっていうふうにマズジャー選手はおっしゃってました。じゃあどうやって見えないのにライン取りをしているのか、ここについても教えてくれました。 Plus, when we go into the corners, we're pulling 4, 5 Gs at times. So you really get that feeling onto your body. And that's the information that you're using, the pressure in curves, where you are in the curves. And it's done by feeling to drive out, because unlike bobsled, where you look where you're going, in skeleton, you can see where you're going. We're trying to be as aerodynamic as possible and put our heads back. So the entire time we're doing this, we're trying to do it blind, which is really fascinating when you're going 130 kilometers an hour, pulling 4 Gs, and you have to trust your driving ability where you're coming out. So it's fascinating. It's fun. まあでも1000分の1秒ね。はい、オリンピックで唯一そう1000分の1秒まで計測される競技ということなんで、非常にスピードが、最大だと145キロ出る。だからもうほんとちょっとの動きで勝負が決まるっていうところなんですよね。まあ1000分の1秒ってもうなんか F1 の世界ですよね本当にね。じゃあさっき言ってたってことはこうね見えないって言ってたので、ヘルメットがここ開いてるっていうのは特に関係ないってことですよね。まあどうせ見えないと思う。どうせ見えない、はい、でもそれをこうなんかコース取りとかっていうのを体で感じるって言ってましたもんね。なんか圧を自分の体で感じる。レースの時にこうカーブ曲がっていく時にちょっとこうなんかカーブになるとこう傾斜があるじゃないですか。そういうのをちょっとでも感じる。その細かい違いを感じながらもうちょっと強い G を感じる場所の方がいいかなとか、そういうことだと思うんですよ。でもスピードですか。スピードだって130キロ以上って言ってました。そうだから
さっきの映像本当正直我々からは何もしてないように見えたんですけど、あの中でいろんなことを感じ取りながらいろんな細かい調整をしていたっていうことですし、G の話出てきましたけれども、先月行われたオートサロンの未来会議というのがありましたけれども、ちょうどレーシングカーとエアレースの飛行機で G の話出てきました。でレーシングカーがその時最大 5G が一瞬あるっていう話でしたけれども、4G とかいう話が出てたんで、だからリュージュもそれに結構近い G 重力がかかると。レーシングカーって一瞬のことなんで、それがね1500メートル、1.5 キロ続いて、しかも体一つでコントロールしてるってね、これなんかすごい大変なんだろうなって、なんかすごい、なんかイメージしかまだできないですけど、で僕もネットで 4G ってどれくらいなのかって調べたんですよ。でネットに 4G はもはや人間の動きを止める。そうですよね。だって自分の体重が4倍になるってことですよね。だから止まってるんだけどリラックスもしなきゃいけない。そこ4G でリラックスどういう状態なんだろう。止めるって書いてあったもんだってネットに、でちなみにさっき言ったエアレースは、飛行機が最大 8G っていうことで、我々室谷選手をよく紹介してますけど、室谷選手は 8G なんかもうとんでもない世界の人たちがいっぱいいるということですけれども、なんといってもやっぱりさっきの映像を見てもそうですし、我々にとってはちょっと怖いなと思ってしまうところだと思うんですけれども、そのあたりもマズジャー選手に聞くとですね、恐怖はうまく使うと集中することができるって話してました。恐怖によってより感覚が鋭くなって完璧な滑りにつながるんだと。ということで、そんなマズジャー選手なんですが、実はですね、GTTA になる前からトヨタの大ファンだったということで、こんなエピソードも教えてくれました。Absolutely. Huge fan of Toyota. I would say I was probably Team Toyota before I was on Team Toyota. I have a really close personal connection with my aunt who, I really feel like her Toyota basically kind of saved her life in the sense that she was in a really bad car accident. She can walk now, but they didn't know if she'd be able to walk. She basically flatlined twice, and she was very active beforehand. So she got an FJ Cruiser, and that became her legs. And that's how she started to explore again. And instead of being able to walk, she would start driving to places and develop this amazing community. And that's how I got involved with Toyota, was just being with her and seeing where her Toyota could take her. So I fell in love with Toyota. I bought a 4Runner, and I live in Utah, and Southern Utah is my favorite place in the world, and I love being able to explore and go anywhere. So first off, I have a Toyota 4Runner. Absolutely love it. It's my dream car, and it takes me anywhere I want to go. So I'm Team Toyota all the way. ご自身もね、フォーランナーに乗ってくださってるということで、インスタグラムにもたくさん写真が載っていてですね、これですね、でリュウジのようにどんな状況でも最高な、ドライブができるように、サスペンションからタイヤの空気圧まで細部まで調節して乗ってくださって、まさに左下の写真はそんなような様子ですね。もうね、トヨタ愛すごいので、トヨタ大ファンだというのがよく伝わってきます。ありがとうございます。マズジャー選手ですね、先ほど、シングルは終わってしまったということだったんですが、チームリレーに出場しまして、明日10日ですね、予定されていますので、みんなでマズジャー選手応援しましょう。さあ次にスケルトン行きましょうか。じゃあ小塚さんお願いします。はい、スケルトンに出場するのはオーストリアのジャニーン・フロック選手。ソチ、ピョンチャンに続いて3度目のオリンピック出場になります。ピョンチャンでは100分の2秒差の4位ということで、メダル期待がかかる選手です。さてスケルトンですが、頭から滑る、まずこれですね、頭から滑る。ただリュージュとの違いっていうのはスタートにもあります。立った状態からスタートするんですね、でこれソリもシンプルですね。
で非常にシンプルなソリなんですけど、競技発祥当時というのはこのソリが骨組みだけで作られていたことからスケルトンっていう名前になったと言われているそうなんですね。でスタートシーン、まさにこのイラストで表現されていますけれども、このハンドルの部分を持っておよそ40メートル全速力で押して加速が最高潮に達した時に頭を進行方向にうつ伏せの体勢で飛び乗ると。であとは重心移動によって操作すると。でもこれの方がなんか頭がこうね近くて、なんかコースと頭がなんかすごい近い感じがしますよね。スピードめちゃめちゃ感じそうですよね。だってさっきはある意味見えなかったですもんね、リュージュは。だけどスケルトンはもう本当に距離がものすごい地面との距離も近いですし。どのくらいスピード出るんですかね。はい、これスケルトンが時速130キロ以上ということなんですけれども、ある意味体感でいくと正直車とか乗ってても地面スレスレじゃないじゃないですか、あれを地面スレスレで感じると思ったらやっぱ体感速度はもっと速いし怖いんじゃないかなと思いますけれども、じゃあ実際に乗ってる本人はどんな感覚なのか、フロック選手に聞いてみました。Definitiv eben dieses Gefühl, in der hohen Geschwindigkeit den Schlitten zu kontrollieren, eins zu sein mit dem Gerät und mit dem Eiskanal. Es hat ja jeder Eiskanal unterschiedliche Rhythmen, die Kurvenradien sind anders. Es gibt Kurven, da wo weniger Fliehkräfte sind, es gibt Kurven, da ist sehr starker Druck, also sehr hohe Fliehkräfte. Und ja, wenn man eine gute Linie erwischt, also man muss wirklich immer on point fokussiert sein, damit man die Lenkpunkte da trifft, wo sie sein müssen, und dann wird das Ganze ein Flow und das ist einfach ein cooles Gefühl zum Fahren. Es ist wie ein Fluss von oben nach unten. Und ja, nach der Ziellinie lasst einfach die Spannung, die man eben oben aufbaut und durchzieht, lasst nach und es ist dann so das Wow-Gefühl. Das war jetzt super. なんか川が流れるようにこう気持ちよく滑るって言ってる、だからそんなレベルじゃないですよね。とはいえですよ、もう本当にもうなんかものすごいスピードでね、やっぱり滑ってる緊張感ももちろんあるし、そんな中で戦ってるんですね。そうなんですよ。だから、本当見てる分にはこうスーッとこう気持ちよさそうにいくのかもしれないけれども、やっぱり彼女たちは極限状態の中でやってゴールしてパッと解放される。ここが多分快感なんでしょうね、アスリートにとってはね。はい、ということで、しかもですね、ちょっと今コーナーカーブの話ありましたけど、カーブの写真がちょっとあるんですよ、見てください。フロック選手の SNS に載っていた写真なんですが、もう角度がほぼほぼもう縦。こんなに直角、ほぼ直角じゃないですか。もうだけど当然遠心力があるんで、この壁に張り付くように滑っていくわけですけれども、でもね、この角度何のガードもないスケルトンに乗ってね、身一つで滑るってなんかめちゃめちゃ怖そうな。うわすごい。これ別にあれですよ、縦で撮るの横に撮っちゃったとかじゃなくて、そのままの写真。トリック写真とかじゃなくて。違うそうなんだ。すごいな。これもなんか体横になっちゃいますね、これね、見てるとね。本当にそうなんですよ。さあ、いつも不思議に私が思うのはですね、こんな怖そうなものをどうしたらやろうと思うきっかけですね。ということで、フロック選手はスケルトンと出会ったのが学生時代、でスポーツに熱心な先生がスケルトンに乗る機会を作ってくれて、最初は緊張したんだけど、アドレナリンとスピードに興奮して楽しくて熱中したと。でやっぱり氷と顎の距離が4センチしかない体験が楽しいと。4センチいやでもだから最初からこう恐怖心よりもこうなんか楽しかったっていうこう感情の方が勝ったってことなんでしょうね。そうですね。でスケルトンではアドレナリン出まくりで夢中になるフロック選手ですけれども、普段は静か穏やかで細かいところにこだわって物事を進めタイプということだそうなので、オンとかオフっていうその切り替えっていうのも大事なのかもしれないですね。でオリンピックでは、このスケルトン4本滑走しまして、その合計タイムで順位が決まります。皆さんぜひともオーストリアのフロック選手、こうやって応援してください。
jeden Fall eben auf Tirolerisch sagen wir Auf geht's und Gemma oder Vollgas, Gemma Vollgas. Das sind eigentlich so die üblichen Anfeuerungsrufe. はい。もう一回いきますよ。はい。Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! ゲッツ覚えました。Auf geht's! レッツゴーあ今私のこれに反応したのアウフゲーツぜひともこの言葉で、オーストリアのフロック選手を応援しましょう。初戦が11日ということですから応援してください。さあ復習します。皆さん覚えましたか？はい。小塚さんお願いします。どうぞ。足から滑りゅうじゅ、頭から滑ると。ドヤ顔。どうですか？足から滑りゅうじゅ、頭から滑ると。はい。 OK ですね。はい。今日はこれだけはみんなも覚えたと思います。覚えてください。はい。以上、反りって足から滑るの、頭から滑るの反り競技特集でした。寒くて反りそうり。ここからは今後のトヨタアスリートの、競技予定紹介していきましょう。まずはアイスホッケーからいきましょうか。明日いよいよ男子が始まりますね。ドイツのミューラー選手が GTTA なんですが、ピョンチャンはですね並みいる強豪を倒してドイツは銀メダル獲得しました。初戦は強豪カナダとの対戦です。続いてショートトラック、これは今夜の予定になります。男子 1500m 日本の吉永選手、個人としては最後の種目、今日決勝まであります。それからイタリアのフォンタナ選手は女子 1000m のこちらは予選だけ、女子 3000m リレーにも出場することになっています。続いてフィギュアスケートですね。先ほども申し上げましたけれども、明日男子のフリーがあります。アメリカのネイサン・チェン選手はショートプログラム1位、日本の宇野選手は3位ということで GTTA 対決目が離せません。そしてカーリングが始まります。女子明日からですね、ネッツトヨタ北見所属の吉田選手がいる日本、前回銅メダル獲得しています。総当たり戦の初戦はいきなりピョンチャン金メダルの強豪スウェーデン戦ということで、最初からエンジン全開で応援してください。それから今日特集しましたスケルトン、11日金曜日の午前中から、オーストリアのフロック選手、全部で4本滑るうちの2本をまずこの11日に滑ります。続いてリュージュです。こちらも今日特集しました、明日ですね、アメリカのマズジャー選手、個人では8位入賞でしたけれども、チームのリレーはどうでしょうか。頑張ってください。ノルディック複合いきます。これは今夜の予定です。男子個人ノーマルヒルに、長野日野自動車所属の山本選手、初めてのオリンピックです。ノルディック複合はジャンプとクロスカントリー10キロを合わせた競技です。応援してください。それからクロスカントリーの予定としてはですね、明日、女子10キロクラシカル、これにですね日本の小林選手、アメリカのディギンズ選手が出場します。クラシカルというのは板をまっすぐ前後スライドして進む、こういう競技になってます。それからスノーボードいきましょう。スノーボードは、まず一番左ハーフパイプですね。女子ピョンチャンの金メダリストクロエ・キム選手、今予選中でですね通過すれば明日決勝ということになります。それからスノーボードクロスもあります。こちらは雪上の障害物競争ということで紹介しましたが、明日、女子オーストラリアのブロッコフ選手、フランスのトレスプシュ選手は2人ともメダル候補の GTTA 対決ということです。ということでここまで明日からの予定をお伝えしました。結果はですね次回のトヨタイムズ放送でもお伝えしていきます。それから出場競技予定結果というのはトヨタイムズの特設サイトでも載ってますので、そちらもチェックしてみてください。この放送の中で使っているインタビューの動画のロングバージョンとか選手の SNS の写真も紹介してますけど、その SNS 情報もしっかり載ってますのでぜひチェックしてみてください。さあそして次回の放送はですね、あさって11日金曜日ということで、その特集も紹介しておきましょう。こちらです。皆がねだる悲願のメダル目指すぞ勝利ということでスケート競技特集です。先日ね小塚さんと一緒にこれでもかってぐらいフィギュアスケート特集はやりました。でもスピードスケートも忘れちゃいけません。
スピードスケートとショートトラック、これ実は2つ大きく違いますということで、我らがトヨタ自動車スケート部、寺尾悟監督に来ていただいて、その違い魅力というのをたっぷりお伝えします。小塚さん、このタイトル、実は何ですか？秘密です。めっちゃ気になるじゃないですか。お楽しみに。何ですか？金曜日見てください。何が違うんですか？金曜日見てください。お楽しみに。なんか気になるな、めっちゃ。わかんない。最後にコメントの紹介お願いします。ぶった切られた。はい、いきます。はい、コメントをいくつかいただいております。ね、まずはドーマさんから、僕も始めようかなって。僕も始めようかなって言って。今日のを聞いて始める気になった。なかなかですね。本当に始めてくれるのかな。なかなかですね。いやでも。もうそれだったら僕もオリンピアの知ってるので紹介しますし、紹介しますし、大塚さんまで。いやもしかしたらね、オリンピック出ちゃって、そうですね、トヨタイムズ放送部をきっかけにそうですね、始めました。どっちから始めるんですかね。足から滑りゅうじかな。はいはいということで、はい、もう一ついただいてます。中国トヨタオリンパラ部の皆さんいただいております。それ競技が行われる競技場では新開発の FCEV コースターが移動をサポートします。なるほど、こんな情報を入れてくださるということでありがとうございます。なるほどなるほど、ありがとうございます。いや本当に森田さんも今日ね滑りっぱなしですけども、まあ冬の競技はね滑ってなんぼですからね。ありがたいお言葉ですね。はい、滑ってなんぼ。だからはねよく滑ってる。小塚さんのソリソーリーがコメント欄で反応がすごく多かったそうですよ。滑ってなんぼ、さすがです。滑れば滑るほど得点が入ってくる。出来栄え点も入る。うまく綺麗に滑んなきゃ。綺麗に滑るとね。はい、今日も皆さんたくさんコメントありがとうございました。たくさん滑っていきましょうね。はい、楽しくね。まだまだ続きますので次回もお楽しみにしていてください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と小塚貴彦でした。それではまた金曜日にワントヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいな Our History、 狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン。 We ultimates, we gonna make it shine。飛び込むんだスポットライト。さあ行こう、さあ行こう、戦いにいざ行くぞって、一人じゃない、一人じゃないから。ハレルヤあっぱれ、言葉はいらない、あとは生き抜け。 Ready go, ready for Tokyo Summer。 There are some days when I cried and cried all night. There are some days that I couldn't show myself. With loneliness in my heart. We all demand